皆さんこんにちは。今日は正統派でいきます。いつもお世話になっております。まっちゃんです。いや、T ちゃん、俺ね、考えてみたんだけど、今までの動画っていうと、もう多頭数の馬を登場させて、広く浅くこうね、その特徴とかさ、ね、いろんな話を俺しましたよね。ね。はい、で、今回は、一頭の馬にね、絞って、で、いろんな話をね、集中してやろうと思うんだけど、どうだべ。ほんで今日は、やっぱりオグリキャップでしょ。ね。やっぱりオグリキャップでしょ。まあ、シンデレラグレーで。っていうぐらいだしね。はい、ほんでね、T ちゃんね、このオグリキャップって活躍したのが、1988年ぐらいだったんだよね。ということは、今から何年前だ ?36、7年 ?38 年ぐらい前っていうと、まっちゃんが、まだ、睾丸の美少年、美青年、36歳の頃なんです。ロン毛の頃ですね。そう古いよね。昔の動画やりましたね、それね。ほんでね、俺ね、あの頃競馬に夢中になってたんだけど、新聞の見出しとかね、そういうところに、新怪物現るなんてこう書いてあると、興味持っちゃうんですよ、あの頃。ね、今もそうだけど。ほんでまたね、確か、公営で、12戦して10勝して、それも8連勝ぐらいしたのかな。ほんでまた中央入りしたでしょ。あの頃から世間で騒いだんだよね。とんでもねえような、公営笠松競馬場でオグリキャップってのすげえのがいると。で、今度中央に入ってくると。ね。ほんでね、もうオグリに関しては各レースほとんど見たし、もう全部 G2、G3 からもう G1 に至るまで、ほとんど記憶に残ってるんですよ。すごいでしょ。なんで？いや、テレビ見てたもん。ちょっと待ってね、まっちゃんも興奮して前のめりになってるから、もうちょっと下げますから。はい。いい？はい。もうほとんどレース見てるから覚えてるんですよ。すごいでしょ？すごい。ほんでね、オグリキャップのそういう、戦績のお話する前に、生い立ちっていうか、その辺の話するね。で、オグリキャップのお父ちゃんってのは皆さんもご存知のようにダンシングキャップですよね。ご存知じゃないよ。そう。ほんで、オグリキャップのお母ちゃんっていうと、ホワイトナルビー。そうなのね。ほんで、T ちゃん知ってる？ホワイトナルビーっていうのは、当時のね、公営笠松競馬時代のオグリキャップの馬主っていうと、小栗慶三とかなんとか。慶三かどうかわかんないけども。俺、どっかの社長さんの名前とダブった。あれは小栗じゃねえかったな。同じ慶三でも。小栗なんとかって人だったのね。由来はね、その名前つけた由来はね。あれ近藤なんとかさんそれね、近藤さんは3人目。そうなんですか？馬主に3回変わってんのよ。それが面白い。3回変わってんの？話していくけども。ほんで最初のですね、小栗さん。母ちゃんのホワイトナルビーってのはその小栗さんの持ち馬だったんだって。そうなんですか？ほんでダンシングキャップっていうと、結構アメリカの方で活躍してなんかね、笠松競馬、公営のね、そっちの方でなんか、買い取ってきたみたいな記憶があんのよ。定かじゃないけども。でこの辺、ちょっと定か曖昧なんだけども、だからなんか、喋り方がちょっとね、引っかかったような喋り方しちゃったんだけどね。そもそもまっちゃんそういう情報何から仕入れてるの？新聞とか本とか。いや、俺いろんな本買うの。優秀とかさ、当時はもうほとんど。変な競馬の本いっぱい買うもんね。ね。ほんでもって、オグリキャップ誕生の時のその話なんだけども、生まれたばっかりの時っていうと、オグリキャップって前足が極端に外側に浮いてたんだって、箱っていうのかな、あれ。だから自分で立ち上がることできなかったんだって。だからその、なんていうの、授乳っていうかおっぱい飲む時にね、母親のね、自分で立てないから、その、厩務員が3、4人ぐらいでもって、オグリキャップを持ち上げてやって飲んだんだ。かわいそうだよね。ほんで、ホワイトナルビーって、なんとなく子育てってか苦手っていうか、あんまり好きじゃなかったみたいで、授乳もあんまりさせるの好きじゃなかったんだって。だからそっぽ向いてなかなかね、オグリキャップがその、お腹空いてヒーヒー言ってる時も、なんか知んないけど、飲ませなかったみたいなとこあるんだって。で、オグリキャップはしょうがなくても腹減って雑草まで食ってたんだって。ほんと。なんかそれ、スペシャルウィークの時にもまっちゃんに聞いたような話だな。そういうの多いんですね、結構ね。さすが T ちゃん話乗せんのうまいな。うまいな。いや、尊敬しちゃうわ。
ね。うん。ほんで、預けたと。うん。ほんでもってね、光栄時代、笠松のまあ、時代は12戦10勝したんだって、大森キャップって。ね。うん。ほんでもって、2回負けてんの？は ?2 回も負けてんの？ 2 回負けてる。確かね、あれ、デビュー戦と3戦目だかなんかじゃなかったっけかな。あとはもう全部一着。ああ、でもなんか、2回ぐらい前。ただね、光栄時代は、テレビなんかでもやんないから、俺ら、実際見てないから、そういう資料を見て分かったんだけどもね。うん。ほんでもってね、光栄時代は、なんかね、習得賞金ね。習得金。ね。それ2000万ぐらいしても、なんかね、なんなかったんだって。まあそうでしょうね、笠松ではね。うん。うん。賞金なんか少ないだろうし。ほんでもって、今度は、笠松時代のオーナーの小栗さんは中央に出さねえかなって誰かさんに言われたんだけど、出す気まるっきりなかったんだってね。そしたらば、調教師に、ね、いや、今度はやっぱり大森キャップかわいそうだと。せっかく実力のある馬なんだから日本全国にね、名前をね、知らせる意味においても中央入りさせた方がいいと。説得されて出したんだ。で、その時に、なんだか知んないけれども、中央に出した時にはもう大栗さん売っちゃうんだよね、大栗キャップをね。だから、ちょっとこう自信ないとこもあったんじゃないの？果たして中央で、光栄で活躍しても、走れるかどうか、オープンまでいかないような馬で終わっちゃうんじゃねえかとかね。ほんでね、大栗キャップを買いたいっていう人、あれ、佐藤さんっていう馬主に、二人目の馬主、佐藤さんって人なんだけど、この人に2000万で売っちゃったんだよって。だから今考えてみたらさ、大栗、ね、生涯ね、獲得賞金って9億8000万、約10億稼いでんだよね。ね。うん。ほんで、中央に行きました。ほんで、一番最初が、この頃から俺もテレビ見てたんだけども。まっちゃんさ、笠松時代、小栗って誰が乗ってたか知ってますよね。安藤克美。そう。でしょ？うん。これ分からなかったらあれだもんね。ほんで、すごいよね。中央に来てからは主になんだっけ、河内。河内ね。うん。と、あとは、南克美。成田村へ。結構いろいろ乗ったんじゃないですか。増沢も乗りましたね。乗った。さすが詳しいね。ほんでね、最初のレースがペガサスなんとかってありましたね、ステークス。ああ、はい。あれ無難に勝ったんですよ。で、第2戦の毎日杯。この頃から評判どんどん上がるんだよね。毎日入って、ていちゃん、この時このレースの当日もなんか重馬場でぐちゃぐちゃだった。ほんでもって重馬場でも、小栗キャップを走れるかどうかってことでみんな注目してたんで、ほんで勝ちました。2連勝ね。ほんで3戦目が確かね、京都4歳特別これも勝ったんですよ。で、4戦目が、有名な、小栗キャップを有名にしたニュージーランドトロフィーカップなんとかってありましたよね。はい。あったよね。あれで勝ったんですよ。ほんでね、あれ1600でしょ？で、小栗キャップが勝った時、まああれ、レースレコードで勝ったんだけど、ね、そのタイムが、1ヶ月ぐらい前に、なんだあれね、安田記念ってありますよね、もちろん。G1 で。その安田記念で勝った馬が日報帝王なのよ。その日報帝王のタイムより早かったんだよ。春浦野のお父さん。お父さん。これよりも小栗が中央入り4戦目にして、破っちゃったの、昨日。ほんで、もっとすごいのが、5戦目の高松宮杯。あれもすごかった。1回目ね、夢中振るうこともなく、ほんで、しごくこともなく、馬なりでもって、コースレコード出したんですよ。あ、そっか。今の1200じゃなくて G1 になる前の。そう。高松宮 G2 時代。ね。コースレコード出したんですよ。持ったままで。ほんで、なおさら怪物だって言われて、ほんで、それをね、極めつける、決定的にしたのが、次の、あれは、毎日王冠。この頃からていちゃん覚えてね。毎日王冠で、ほんでね、あの時、もう一頭強いのいたんですよ。シリウスシンボリって。ダビバーじゃなかったっけ？あれ、凱旋門賞かなんかの遠征もしなかったっけ？それも出てたんだけど、結局、小栗キャップ最後部、一番月日にいて、大外ぐるっと回って、全部抜いて、シリウスシンボリにも勝ったんですよ。一着になったんですよ。ここまでがほんで、小栗キャップは、もう10勝、6連勝でしょ？ほんで、次の今度、天皇賞。ね。多分ね、
私がオグリキャップを生で初めて見たのは、天皇賞だな、そこだな。で、あの頃はもう相当だって名前売れてたもんね。怪物使うけどね。だからその相手が悪かったんだよね。タマオンクロス。タマオンクロス。だけど、なんかね、あの時乗った騎手、見ないだっけかな。その辺ちょっと忘れたんだけど。タマモクロスは見ないが乗ってましたから。あ、そうか。じゃあ、あれだ。まだ河内じゃん。河内ね。もう、なんていうのもうちょっと前にいてば、勝てたかもしんない。あれ、やっぱりいつもの、なんていうの一番後ろの方にいて、いつもと同じようなワンパターンのレースやっちゃったでしょ。ほんで、届かなかったんだよね。天皇賞はね。結局あれですもんね。河内騎手では小栗って G1 勝ってないですよね、確かね。大栗の一番最初、後で言うけども、一番最初 G1 取ったのはあくまでも有馬記念でしょ。あれは、岡部だから。ああ、そうですよね。やっぱ乗り換わってからだそうだよね。だから次、ジャパンカップでも負けんだよね。3着になっちゃうんだよね。1着がペイザーバトラーだから、アメリカの馬、ジャパンカップ。で、2着がタマモクロスかなんかで、ほんで3着に大栗来るんですよ。ほんで、あれ、天皇賞とジャパンカップ、これ続けて負けたけども、やっぱり一戦級の G1 ってなったらダメなのかなって俺は思いながら見てたんだね。ほんで、今話に出ましたけども、呉の有馬記念 G1。ほんで、あれもね、佐藤さんってオーナーからなんか注文つけられたんだって。あれが、岡部が。いつもよりも、もう中段にもう待機して、で、最後の直線、あそこ、中山だっけ有馬っていうと、短いんだよね。届かなから、もう3コーナー過ぎぐらいまでは、もう中段じゃなくても前の方に来てくれと。ほんで、初めてタマモクロスを破んだもんね。ほんで、最初はもう画面も断ったんだってね。あ、そうなんですか？いやー、関西の馬だからちょっとわかんねえし、自信ないから。ほんでも、一回だけでいいから、とにかく頼むって言われて、じゃあわかりましたって、いやいやながら引き受けて買っちゃった。そう。ほんで、ここまでもう見てたんですよ、俺ね。ずっと。ほんで、その次だよね。翌年に、1989年か。88年がデビューのあれだからね。だから、4歳、小栗キャップが4歳の時だよね。あ、違うね、5歳。まあ、今で言う4歳ね。今で言うね。だから当時は5歳ね。ほんでね、春ずーっともう棒に食っちゃうんだよね。脚部不安とかね、故障で。ほんで、その翌年の、まあ、最初のレースが秋、オールカマーかなんかなんですよ。よく知ってますね。ほんで、オールカマーは勝ったのよ。ほんで、次の満員召喚も、これね、年間ベスト1。最高の。誰が相手でしたか？相手、稲荷は。稲荷は？稲荷湾と大栗キャップのもう壮絶な戦いで、大栗が離さず勝つんです。覚えないなぁ。あ、そう。ほんで、その次が天皇賞。だけど、天皇賞、この時はもうずっと南勝美乗ってたの。ほんで、秋の天皇賞では、南勝美、後で言うんだけども、騎乗ミスでもって。そういえばなんか、大外から勝ったような気がしたな。でしょ？ほんでもってね、その後が悪いんだよね。その次の、秋のマイルチャンピオンシップ。それはあれでしょ？バンブーメモリーに買ったやつでしょ？有名な。あれ出さなければ、その後の、ね、なんだっけ、あれ。そっから調子悪くなったんだ。俺の記憶ではね。あれ出さなければいいかったんだけど、あのレースが一番でも、小栗を代表するレースになったんだよね。レースしちゃったんだ。あれね。バンブーメモリーがマイペースでもって逃げんだよね。ほんで、小栗キャップ、なんかちょっと、1600にしては随分後ろの方に待機してて、最後の直線入っても、今度は持たねえな、させねえなってみんな思ったんだよね。実際、テレビ見てた俺らもそう思ったんだ。そしたらば、最後の残りの200だっけ？すごい足使って、で、追い抜いたじゃないですか。追い抜いたっていうか、花差で到着ぐらいになったんだけど、1位なんだよね。ほんで、あの時は、南勝美がジョッキーが泣いたんだよね。そう、それだけ覚えてますよね。覚えてるでしょ？天皇賞でも俺の店で大栗勝たせてやれなかった。で、今日の場合も大栗の力で体でもらったって泣いたんだ。ね。ほんで、その次が、
1週間後ですよ、ていちゃん。激闘、マイルチャンピオンシップのレースの1週間後のジャパンカップに登録して出んだよ、あれ。そうなの。いわゆる連投？うん。だからうんと非難されたんだよね。うん。じゃあ、その前に話しねえかなんねんだ。で、その前年、岡部に乗ってもらった有馬記念勝ちましたよね。はいはい。で、その翌年、今喋ってる年ね、また今度オーナー変わるんですよ。二人、うん。佐藤さんっていう人が今度は近藤さんっていう人にオーナー変わるんですよ。あ、そんな中央で途中で変わったんですよ。ほんで、その時に5億5千万円でそのオーナーに譲ったんだって。だから、近藤さんは、もう、なんていうの、最初はもう、春から何千か使ったもんで貸しするんで5億5千万を取り返そうと考えるよね。それは春棒に振ったでしょ、?9 月からでしょ。だからって4ヶ月で6000組んだんですから。あれ無謀だってみんな言われたんだね。ほんでおかしくなったんだよね、あれ。はいはいはい。うん。だから、さっきまで言ってたけども、マイルチャンピオンシップ、あんだけの、激走して1週間後日本でもって、ね、これで、このジャパンカップもオングリキャップの名前をこうね、だいぶこう高めましたけども、ね、最後のね、超ハイペースだったんだよね、あれね。世界レコードで決着がついたぐらいだからね。ゾロ目ですよね、全部ね。2分22秒。ほんで、一緒にやっぱりスーパークリークとか稲荷湾も出たんだけど、最後の直線なんかもう足ほんと見てるの分かったけど、パッタパッタ。疲れてついていけなくて。ほんで疲れてるオグリキャップが突っ込んできて、鼻さまで突っ込んできたんだもんね。すごいよね、1週間後だもんね。考えられないよね。でも、その頃の馬って結構そういう使われ方するの多かったですよね。だからやっぱり調教師とかオーナーは責められても、いや、競馬ってのは馬の調子を見ながら出すからね。疲れてるようで、小栗の場合は全然疲れてなかったんで、調子があったんだから出したんだよ。結局ね、こういう言い方すると今の時代あれですけど、所詮経済動物ですからね。そうだよね。万事のものだしね。金儲けのための道具だからね。そのために作られた生き物ですからね。で、また、オーナーしても5億5千万も払ってんの。そう。いや、なんとなくわかんないよね。ただ虚しいですけどね。虚しいや、かわいそうだよね。ほんでもっては、その次の有馬記念をバタバタだったもんね。あれ5着ぐらいに負けんだっけ。ほんで、あの時は稲荷湾勝ったんだよね。でも、偉いのはその翌年ね。だから、オグリキャップ6歳の時、春でもって安田記念使いますよね。春一番に。ほんで、その時、武豊が初めて乗ったんだよね。安田記念。ほんで、その時に1分22秒4だかなんかで、レコードで買ったんだよね。20秒はないでしょ。30秒じゃないですか。32秒4だっけか。わかんないけど。1600? コースレコードで買ったんだ。結局やっぱり小栗ってマイラーに近かったんでしょうね。完全なそういう体型から言ったらそうだよね。有馬は勝ってるけど、何回か。ほんでね、その後は今度また脚部不安っていうか、足おかしくなって、秋まで棒に振ったんだっけか。だと思ったなぁ。すごいよな。で、あとは、もうなんていうの？秋の天皇賞はもう6着ぐらいに負けたでしょ。なかなかったですもんね。足ながら脚部不安っていうのがこうね、解消できなくて。ほんで、その次のジャパンカップなんか11着だからね。11着だったんだ。ほんで、それどっちもマスだわ。だったのね。ほんで、例のラストランなんですよ。有馬記念。ね。だけどね、あれね、本読んでみると、なんとなくもう、下馬評ではもう散々もうダメだ、終わった言われたよね。もう疲れてるし、馬がかわいそうだ、引退させてやれみたいに。だから、調教女子も調教師に言ったんだってね、もう相当疲れてるし、もう引退させてやりましょうと。で、花道飾れればいいんだけども、この状態ではかわいそうだってことだね。そしたらば、出したんだよね。ほんで、パドック回ってる時にオグリキャップがね、その調教女子、もう一人名前忘れたけども、2人でもって手綱持ったって引っ張られて、一人ではもう引っ張られても抑えきれなくて気合入ってんだよ。気合出しちゃったんだからもうもしかしたらと思ったんだって。その2人だけは。あとはみんなボロクするよ。
ほんで、例の、あれでしょ、復活っていうか、勝ちましたよね。ほんでね、面白い話なんだけど、有馬記念が終わった後、ね、なんだか知んないけれども、周りがギャン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 ね、今日のレースは、極端なスローペースだから小栗勝ったとか、対戦相手が、ね、弱いやつばっかりだから小栗勝った。俺もこれはリアルで見てましたけど、そこだけ覚えてますね。言ったんだよね。当日の同じ距離で、900万か条件戦かなんかのタイムより遅かったんですよ。だから言われたんですよ。だから勝てたみたいな。で、あれね、武豊がそのインタビューの時にそういう声っていうの耳に入ったんですよ。で、ちょっとムッとして、いや、確かに今日スローペースに恵まれたところはあるかもしれないけども、これが大事なんだと。今日、オグリキャップ 80% の力でもって勝ったんだと。ね。だから強い馬は強いんだと。これ、艦長のオグリだったら何馬身ぶっちぎって勝ったかわかんない。それは言えるって言ったの。ほんでね、一番やっぱりね、感動したのは、なんだっけ、ラストランじゃなくて、勝ったオグリキャップがこう帰ってきますよね。ほんで、あれ18万人集まったんだよね。オグリコールでさ、ほんでも武豊が普通だったらば、喜び勇んでさ、にこやかにニコニコしながらこうやってくんでしょ。俺の記憶ではあの時ね、勇気迫る、もう、そういう顔したんだよね。もう、ほんでもって拳を上げて、俺は勝たしたぞじゃなくて、オグリは勝ったぞっていう感じでね。あれが印象に残ってるんですよ。だから、武豊って俺最初好きじゃなかったの。あれ、スーパークリークあたりに乗っててね。あとバンブーメモリーでもそうでしょ。オグリ苦しめたような騎士だったからね。だけど、最後、80% の力でも勝った強い馬は強いんだと。艦長だったら他の馬なんか問題になんねえぐらいぶっちぎって勝ってたよって言ったらしい。だからあれで、武豊がいいこと言うなと思って。武豊って本当若い頃はすごい騎手でしたからね。確かにね。だからやっぱあれも血もあんだとね。親父さんすごかったもんね。武邦君ね。でも弟パッとしなかったですからね。そうし。あれ調子だよな。それ言えるよね。豊はすごかったもんな、若い頃な。だからね、やっぱりオグリキャップってのは俺力入れてみましたよ。ほんで必ず新聞ね、レース前とレース後、新聞活と競馬のコラムのとこにこういろいろ出てるんですよね。あれ読むのが好きで。でも小栗とか、まあその前で言えばハイセイコーとか、地方馬だから日本人特有のこの方眼美意気とかで応援されるじゃないですか。その割に稲荷ワンはそれほど人気にならなかったですよね。いやね、本当だよね。あれ稲荷ワンって強かったよね。のぶしのようなね、体ちっちゃくてさ、痩せこけたんだけど。なんでそんなにいまいち人気にならなかったのかな。なんかテーマオペラ王と似たような感じだったんじゃない？なんか、なんかね、拍手玉でよくやったって、この馬入ったって感じで、わかんないよね。意外とそうですよね。じゃあ今、テーマオペラ王の話出したから、今度次回はテーマオペラ王の話、やってください。ね、一人話になりますけれども。いや、テーマオペラ王やっといいと思いますよ。俺、テーマオペラ王はかわいそうだと思うんですよね。あれだけ実績あるのに、いまいち騒がれないですね。確かにそうだよね。あれは、でもあれ考えられねえ勝ち方でしたよね、しかもですよ、こんなこと言うとあれだけど、当時の若かりし頃の和田龍二ジョッキーがずっと乗ってんですからね。だよね、主戦ジョッキー、最初から最後まで乗ってるのね。外人だなんだって、一流ジョッキーが乗ってるわけじゃないですからね。確かにそうだよね。それであれだけの成績残してるの、ほんとすごいだと。だから、テーマオペラ王って最初デビューした頃がパッとしなかったんだよね。デビュー戦と2戦目、2回とも負けたんじゃないかったかな。ほんで3戦目あたりから4連勝して、その4連勝の4番目のレースが皐月賞。ほんで、皐月賞勝ったけど、その後パッとしなかったでしょ。ダービーではアドマイヤ・ベガに負けたし、あと菊花賞では成田トップロードに負けたでしょ。だからあの時点で結構ジェニーみたいに、皐月賞1本だけ勝って、あとは鳴かず飛ばず、勝てなかった馬って結構いいんじゃない？あのパターンかなと思ったんですよ、最初。だけど、有馬記念ね、その年のね、皐月賞を取った。だから、要するに。あれ3着ですよね。3着ですよね。そう。その3着のそのね、
3着でも、花だもんね。いや、あんで見直したんですよ。花ではなかったんじゃない？うん。首差ぐらいあったんじゃないですか？首がなったんだ気が。まあ、あんまり覚えてないけど。1着クラスワンダーでね、2着がスペシャルウィークで、ほんとまた大差なしで突っ込んできたんだもんね。だから、この馬すごいな、見直したと思って。でもその翌年のG18 連勝、中小8連勝、G15 勝、あそこまで予想できなかったんだね。だってあれ見た目だって結構綺麗な馬でしたよね。綺麗だよ。だよね。ほんでね、テーマオペラ王が、生まれたばっかりの時、ね、そのオーナーが、あれ何つったっけ、竹園とかなんとかって言ったら、だよね。あの人が体に惚れ込んで、なんだっけ、そのセリの時にね、1000万で購入したんだよ。あ、そんな安かった？1000万で購入したけど、なんでかっていうと、もうそういう子供の時からバランス取れてたんだよ。じゃあ、これ、小栗の回でそこまで喋って。いや、大丈夫なんですか？興奮したらめちゃめちゃだから次続かなくなるんですよ。ほんで、バランスが取れたんだって。で、よく言えば、そのバランスのいい馬って大成する確率も高いけど、逆に言えばそこで止まっちゃって成長止まって、あとさっぱりね、活躍しない馬もいるんだって、半分ぐらい。だから一つの賭けだったんだよ。じゃあこのぐらいにしておきますか。はい、じゃあ皆さん、期待してくださいね。今日は、じゃあどうもいろいろとお話を聞いていただきまして、ありがとうございました。まっちゃんでした。